こんにちは、ゆなと申します。ご視聴いただきありがとうございます。はじめに我が家の情報です。我が家は30代夫婦で4人家族。家は賃貸で車を1台所有しています。ローンはありません。今回の動画は25万円の予算分けをしていきたいと思います。動画内で映っているシートは積立費の入出金を管理しようと思い作ってみました。自分仕様なのですが、もし欲しい方がいましたらコメントでお知らせください。後ほど使っている様子をお見せします。今年度は夫のお給料がだいたい25万円くらいになると思うので、25万円での予算分けをしていきたいと思います。では、早速スタート。はじめに固定費。夫のお小遣い1万5千円。出張がない日はお弁当とコーヒーを持たせています。妻、お小遣い2000円。ちょっと見にくくてすみません。子供、お小遣い280円。学年×100円で設定していて、次男はまだ幼稚園生なので80円です。今年は学年がまた一つ上がるので、途中から変更をするかもしれません。通信費、Wi-Fi 代が6300円。今はソフトバンク光を使っています。通信費、携帯代5500円。2台分です。Y モバイルを使っています。保育料8000円。長男の給食費4500円。年間で割ると月平均がこのくらいだったので仮に設定します。チム7600円。夫が通っています。ガス代1万円。光熱費は昨年1年間で25万8174円でした。月平均が2万1515円。光熱費は1ヶ月3万円で設定していました。今年度は少し予算を下げて、ガス代は1万2000円から1万円に下げました。電気も同じく予算を下げて1万2000円から1万円に設定しました。水道代は変わらず6000円に設定します。光熱費の予算は3万円から2万6000円になりました。次に次男の習い事4500円。体操教室に通っているのですが、やめたいと言っているので、今年度は途中で変更があるかもしれません。クレンジング。こちらは定期購入を停止中なので0円なのですが、今年度はまた再開するかもしれないので一応書きました。以前、視聴者の方に教えていただいたバームのクレンジングも使ってみたのですが、バーム系のクレンジングは私はあまり合わないのかなと感じました。おすすめしていただいてありがとうございました。私は混合肌だと思うんですが、鼻の下や顎が荒れてしまって、その前に使っていたバームのクレンジングも合わなかったので、私には合わないのかなと思いました。今はこのクレンジングを使っています。悪くないのですが、値段的にも定期購入していたマナラとあまり変わらないので戻そうかなと思っています。続いて変動費です。食費の半分2万5千円。もう一つ食費の半分2万5千円。食費は全部で5万円に設定しています。お米代と外食費は別にしています。なぜ半分で分けているかというと、半分は B43 というこちらのカードに入れていて、半分は現金で管理しているからです。外食費1万円。日用品7000円。この3項目はプリペイドカードに入金して使っています。私は料理が本当に好きではなく、
食費を削ってしまうとストレスになるので多めに予算をとっています。ですが去年はほとんどの月食費をオーバーしてしまったので、25年度はやりくり費の予算を守ることを目標に頑張りたいです。続いて積立費。飲み会代4000円。夫が月1回会社の飲み会があるので、それで振り分けています。医療費5000円。子供費ですが、今まで温泉に行ったり、子供と一緒にレジャーを楽しむために使っていたので、娯楽費に項目を変更しました。娯楽費3000円。そして積立費の項目を増やして、お米代3000円。12ヶ月分で36000円。足りないとは思うのですが、積み立てないよりはいいかなと思って積み立てます。去年お米がスーパーからなくなって、その後新米が出た時に私の母や祖母がお米を送ってくれました。本当にありがたいです。またふるさと納税した分も届いたので、今我が家にはだいたい40キロくらいお米があります。ここで細かいですが、お米の計算をしたいと思います。我が家の1ヶ月のお米の消費量は約12キロです。夫が出張でいない日もあるので、4合のお米を20日間くらい炊きます。お米1合 150g なので、お米4合は 600g。20日間なので12キロになります。今40キロと少しあるので、5月くらいまでは持つと思います。6月から12月の7ヶ月分のお米の量は84キロ。今安くてもお米は10キロ6000円くらいなので、90キロ買う場合は54000円必要です。ふるさと納税を使うかはまだ検討中ですが、とりあえず少しずつ3000円ずつでも積み立てようと思います。続きまして美容院代5000円。こちらの項目も増やしました。去年はお米代も美容院代も特別費から出していましたが、今年度は積み立てることにしました。我が家の夫と子供たちは散髪代がかかっていません。夫は自分の髪も子供たちの髪も切ってくれています。私はというと毛量が多くてくせ毛です。自分でカラーをしていた時期もあったのですが、自分でやるのは苦手で本当にストレスを感じてしまうので、私だけで申し訳ないですが、美容院代は積み立てさせてもらおうと思います。そしてちょっと忘れていたガソリン代9000円。こちらは変動費の方に入れます。去年の予算は1万円でしたが、足りる月が多かったので1000円減らして9000円にしました。次に貯蓄 NISA で53,333円。去年より金額を1万円下げました。来年用の特別費1万6000円。そして旅行代5000円。こちらは義両親と旅行に行くために毎月積み立てようと思っています。35万円を目標に貯めることにしたので、少しずつですが積み立てたいと思います。最後になってしまいましたが、我が家は転勤族で家賃補助があるので、お給料は家賃が引かれた金額で入ってきています。なので予算分けに家賃は入れていません。全部の金額を足すと25万13円となりました。13円オーバーしましたが、こちらの予算で頑張りたいと思います。
今回は積み立て費のシートを6種類作成しました。ここのはみ出ているイラストはハサミで切ってしまうので気にしません。あと、通帳ケースに入れるシートも作ってみました。今まで子どもたちの通帳に入金した時は手書きで何のお金か書いていたのですが、それをこのシートで管理しようと思い作ってみました。積立費のシートは飲み会代、娯楽費、医療費、お米代、美容院代の5項目を作りました。一つ余ったシートはポイントを使った分を管理しようかなと思っていますが、まだちょっとポイントの管理方法は悩み中です。お米代はおにぎりのイラストを入れてみました。切り終わりましたのでファイルに入れていこうと思います。飲み会代はビールの絵柄にしてみました。ファイルに残っている金額を書いていきます。今までは3項目のみ管理していたので、蛇腹式の3ポケットのリフィルに入れていたのですが、シートも作ったし、別々に管理した方が見やすいかなと思いました。項目を増やしたので、新しくセリアのジッパー付きリフィルを購入しました。お米代と美容院代はこちらのケースに入れていきます。今年度はポイントを使って貯金できた分を現金で袋分けしていきたいと思っていますが、やり方はまだ定まっていません。ガソリン代でポイントを使うことが多いので、とりあえずガソリン代と書きました。1月の給料日ルーティンを撮影していたのですが、遅れてしまっているので、さらっとご紹介します。飲み会代4000円。こちらのシートに4000円と書いて、残金を8000円と書きました。次に医療費5000円。残金と合わせて15000円になりました。娯楽費3000円。合計8000円になりました。続いてお米代3000円積み立てます。美容院代5000円積み立てました。そして食費の25000円お財布に入れます。夫のお小遣い15000円。私のお小遣い2000円。1月は振り分け方法を変えたので、間違えて下ろしてきてしまったようです。2万円多かったですね。子供の習い事4500円。残りは子供たちのお小遣い280円。両替して貯金箱に入れておしまいです。バレンタインの日です。我が家はクッキーを作りました。私は何かするつもりはなかったのですが、子供たちがクッキーを作りたいということで、セリアでキットを買ってきて作りました。量が少なかったので、結局家の米粉も使って作りました。何年ぶりか思い出せないくらい久しぶりに作ったんですが、意外と簡単で子供たちも喜んでいたので
またみんなで作りたいなと思います。今回の動画はここまでになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。